こんにちは、アンナスです。今日はザラっていう服屋さんありますよね。海外の。そこのエコバッグを買ってみました。レジの横に置いてあって、ネットだとちょっとわかんなかったんですけど。で、売ってるのはこういう形で売ってて、こっちが XL サイズ。で、赤い方が L サイズなんですけど、これなんだろうと思って開けてみると、すごい綺麗にはまっていて、こんな感じのトートバッグです。結構ね、可愛い。そして、ここの袋の部分がポケットになるんですね、ちゃんと。なんか鍵とか携帯とかちょっと入れるのに便利だし、可愛いですよね。で、結構大きめ。XL だから結構大きめで、まあ服持って帰るためのトートバッグだからだと思うんですけど、こっちが L サイズでした。この2サイズしかなかったんですけど、なんか刺繍できないかなと思って買ってみました。はい。では、手元の方にどうぞ。はい。それでは、トートバッグに刺していきます。赤いのもあったんですけど、こっちの方がちょっと今回刺繍したイメージに近いかなっていうか、これがすごい気に入ったんで、これに刺繍しようと思います。5つのステッチできるアンナスの刺繍工房っていう本を、これの中の、もう暑いので、サマーバケーションをやろうと思います。なんかトートバッグとかってちょっと季節感あると年中使えないかなって思うんですけど、なんかデザイン的にちょっと夏っぽいんで、じゃあもう夏っぽい図案をやると可愛いのかなと思ってこれにしました。で、袋がこっちがザラって書いてあって、で、こっちにポケット、収納用の最終的にはここに収納する用のポケットになるんですけど、なんかこれのこっち側の方がいいかなと思います。このせっかくタグついてるんですごい綺麗に縫ってあるから、もう外して刺繍するのもなっていうのもあるので、なのでこっちに刺していこうと思います。で、コピーしてきました。また 150% 拡大です。これは、いつもね 200% なんですけど、これぐらいでいいかなと思います。で、いつもスマプリ使うんですけど、今日は久しぶりにチャコピーを使おうと思います。じゃあ写し方ですね。まず、チャコピーは、これも結構もう切り刻んで使っちゃってるんですけど、なんか袋が二重になっていて、で、この大きいサイズが3枚入ってます。今もちょっと使ってるんで、これ1枚しかなかったんですが。で、これと同じサイズを用意します。なんかケチって小さいので、ちょっとずつ、一つずつ少しずつ写したりしてたこともあったんですけど、結構動かすとずれるので、ここはもう思い切って、この図案のサイズ用意してもらいます。で、図案をまず半分に折ります。だいたいでいいです。だいたい真ん中を決めておきます。そして、このトートバッグもだいたいでいいんで真ん中を決めます。なんかちょっとぐらいずれても、そのバッグ持ってる時に斜めになったりするから、これがすごいずれてたからどうっていうのはないんですが、こうやって中心を決めておくと綺麗に写しやすいです。で、今日は布が重なりまくってるので、下敷き硬いものでいいです。別にこれじゃなくて、なんかたまたまうちはこういうバインダーを使ってるんですけど、何でもいいです。普通に学校で使う下敷きで大丈夫です。で、あまり上だと持ってる時に見えないんで、ちょっと下だけどあんまり下すぎると変なので、そこそこの感じ。それはもう皆さん決めていただいて。で、この中心とこの折り目のところを合わせて、これだと下すぎかな。もうそもそもこのトートバッグちょっと斜めってますからね。ここが斜めってるんで、もうさすが
海外クオリティというか、まあ1000円ぐらいだから1000円クオリティなんですけど、だいたい中心を決めて待ち針を上2箇所留めます。でこうやって映ってるかなって見られるので全部留めないでください。で1個だけだと動くんで、まあ、最低限2個は必要ですね。でチャコペーパーをめくります。これが一番よく映るので私はもうずっとクローバーのチャコピーなんですけど、この青い面を下にしてカーボン紙と一緒です。これで力を入れてなぞっていきます。トレーサーは、まあなかったらボールペンでもいいんですけど、細い方、こっちか。細い方でなぞります。で、この本、紙刺繍でもいけますよっていう布と紙と両方いける本なので、点々点が書いてあるんですけど、この点々点は穴開ける位置なんで、もうこれは今日は布なんで無視してください。じゃあこれで写していきます。写せたので写ってますね。待ち針を外して、はい、こんな感じです。見えますかね？こんな感じですね。結構ねしっかりつくんでおすすめです。まあ、いろんなチャコペーパーあるんですけどよく写ります。そしたらもう刺繍をしていきます。はい、では刺繍をしていきます。まず刺繍枠をはめます。これをちょっとどけて、じゃあメガネから刺していこうかな。サングラスですね。こんな感じで、でこれが邪魔なので待ち針で留めておきます。なので持ち手とかも邪魔だったら留めてください。そしてサングラスなので普通に黒で、刺繍糸は8メートル入ってるんですけど、それを使いやすい長さの65センチにカットしてこういう状態にしてます。これの作り方は過去の動画を見てください。でこの6本の中の1本が1本取りの1本です。でどうしようかな。サテンステッチでいくので2本取りで2本引き抜く時も1本ずつ抜いてください。でないと2本一気に引き抜くともつれます。で2本取りの針で刺繍していきます。最初は玉留めをしないのでやっていきます。玉留め結構しますけど、チェーンステッチとかだと、サテンステッチの場合はこのやり方です。まず円の中に小さい波縫いを2つ入れてギリギリで留めます。で1つ前の穴に刺すとこれで絡まっているので、この出ているところをハサミで切ります。でまず基準を入れます。基準の1本を入れて、で上でも下でもどちらでもいいので横横に刺していきます。隣隣ですね。で必ず隣に行かなきゃいけないっていう決まりはないので、前のところでちょっと少ないなっていうのがあれば戻って足してもいいです。しっかり色が乗るようにどんどん重ねて刺していきます。なので今ここがちょっとへこんできたんでちょっと上から足しますね。こういう感じで刺していきます。糸がなくなったのでこれぐらいになったら玉留めをせずに裏に絡めます。表に響かないように
2回ほどぐちゃぐちゃって絡めて、でギリギリで切ります。もうこれで大丈夫です。でまた新しい糸を用意して、で2回目以降は裏に絡めます。最初は並縫いしたんですけど、2回目以降は裏にきっかけがあるんで、これで大丈夫です。出てるとこ切っときましょう。でまた続きをします。でこのメガネとメガネの間、多分これ糸余ると思うんで、こっちに行くときにすごい糸が1センチ以上渡りそうだったら1回切って、で新たに裏に絡めて並縫いをして始めてください。そうなんかだいたいサテンステッチは1センチ以内で、1センチ超えたらロング&ショートステッチにしますっていう風にしてるので、なので裏の方もだいたい1センチをめどに、それより糸が渡りそうだったら1回ずつ、ちょっと面倒なんですけど、そういう風にするといいです。今日はこれが被るから使ってる時になんかここが手が当たったりとかしてほつれてくるっていうのはないんですけど、そういう癖をつけておくといいですね。じゃあこれで丸2つをメガネを刺繍していきます。はい、では丸が2つできたので、今度は4本取りで刺繍していきます。アウトラインステッチです。もう本の刺し方は完全に無視っていうか、もう使えないので、本だとねバックステッチなんですけど、アウトラインのが綺麗にできるんで、まず1目作ります。でちょっと先に出して、針で最初に刺繍したこの1目をちょっとだけ押します。ギュッと押します。で糸の下に刺します。そうするとちょっとだけ上向きに曲がってくれるので、また次ちょっと先に出して2つ目をギュッと押して刺す。でだいたい半分ぐらい重ねます。半分ずつ重ねていくステッチなんですけど、こうやってちょっとギュッと押すと刺繍糸ってまっすぐにしかならないんですけど、カーブがつくようになって曲線が滑らかにできるんで、カーブのあるものは特にアウトラインステッチでやるとすごく綺麗に仕上がります。でこんな感じで、こことこの真ん中と向こう側もやっていきます。はい、ではできたので、次こっち側のシャツ、ノースリーブシャツかなを刺繍していこうと思います。でこれはチェーンステッチでやります。本ではねもう紙を貼ってあるんですけど、チェーンステッチでまず面を埋めて、でその後ここバリオンステッチはもう一緒なのでバリオンやってって感じにしようと思います。じゃあまずもう最初玉留めからいきます。玉留めで始めて、まず針を出します。で、私右利きなんで左手で持って、でこう糸をこうしておきますね。で同じ穴に刺して、できるだけその目を小さくしてください。2ミリぐらいで糸をかけて上に引っ張ります。そうすると輪ができます。でもう結構ギュッと引っ張ってもらって大丈夫です。あんまり輪が大きくなったりとか中が見えると全体的に面を埋める時にちょっとスカスカ感が出るんで、もう細かく刺していきます。で続きをやるときは輪の中に針を入れて、ちょっと頭を出して糸をかけて上に引っ張る。これを繰り返していきます。でこれも角になるんですよね。もうこれで端まで行きました。そうすると今度90度の角度がついているので、このまま続きでやるとなぜかこの角が出ないんですね。なのでこれ一旦終わらせます。
輪の外に針を刺すと終わります。で、玉留めとかせずに、一番最後に作ったチェーンステッチの輪の中から針を出して、で、また改めてチェーンステッチを作っていきます。こうすると90度きれいにできます。でぎゅーっと引っ張って、で、糸かけるの大変っていうか、これすごいいっぱいチェーンステッチしなきゃいけないので、こうやって糸をセットしておいて、そうすると針をこうやって抜くだけでもう糸が針にかかっているので、これで工程が一つ省けますね。だからこう糸こうセットして、でもうあと針を出すだけでどんどんやっていきます。でまたこういう角度がついてるところになったら、さっきのように1回ずつ終わらせて、また改めてやり直すっていう感じです。でまずは線の上をずっと刺していって1周ぐるっと囲います。で囲ったら2周目3周目って埋めていくので、まずは1周埋めます。では今1周ぐるっとできたので2周目いきます。こんな感じです。で結構ギリギリを刺すといいです。で2周目以降はその角とかは別にもういちいち縫い直しっていうんですかね、一回終わらせてみたいなのはしなくても続きで大丈夫です。はい、ではここが埋まったので、ペンで写真を見ながら柄の位置を決めます。大体でいいんで、こう丸3つと、あと葉っぱ、下2つと、なんかこの辺にちょこっとありますね。で、バラは赤でして、葉っぱは緑、普通の感じで、それから黒でやってもいいかな。葉っぱを黒でやってちょっと濃すぎるかな。そして、これね、確か3本取りとか、ちょっと少なめ、2本取りとかでやった気がするんですが、どうしよう、3本取り、6本取りでよくやるんですけど、6本だとめちゃくちゃ太くなるから、ちょっと控えめにして、4本取りぐらいでやってみようかな。これでもう玉留めで始めます。裏絡めてもいいです。でこれ図案見てもらうと分かると思うんですけど、中心から放射状に5本刺繍糸の絵が描いてあります。下絵の絵が描いてあるんですね。なので、スパイダーウェブローズなんで5本入れておきます。こんな感じで。そして中心の際から針を出します。で、針でぐるぐる編んでいくんですけど、針先で編むと糸割ってしまうので、裏のこの穴が開いてる方を使って編んでいきます。それでも白い糸を拾ってしまいそうなんですが、下、上、下、上、下って感じで、順番に上下上下で編んでいきます。そうすると一周した時に、奇数なので次下だったのが今度上になりますね。なんかカゴを編む時みたいな感じで交互になっていくんです。そして、こうやって編んでいくんですが、あんまりギュウ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 引っ張りすぎると花にならないんで、一応こう巻いていく感じ、外側に巻く感じでやっていきます。でこの5本の線が見えなくなるまで
刺していきます。はい、これでもうだいたい巻けたので、どっか適当にザクッと下に刺して、もうこれで出来上がりです。で、全部同じ色でやりたいんで、もう続きで3つとも作ります。色変えたい方は色変えてもらってもいいと思います。私もこれみたいに一色ピンクにしてもいいかな。はい、ではできたので、葉っぱはもう同じようにストレートステッチでいこうかなと思います。ただこんな風にここまで分けないで、これ6本取りです。6本取りでもうここまで、茎はもう一気に1本入れる。葉っぱもこんな感じでストレートステッチを入れていきます。もうあとは好みで、この下絵には葉っぱ2つしかないんですけど、ちょっと自分で後から手書きで足してるっていうのもあるんで、バランス的にもう一個ここに葉っぱ入れた方がバランスいいよなみたいなのがあれば、どんどん足してってください。なのでこれだと、その頂点の葉っぱあってもいいですよね。この方がなんか落ち着く感じがする。で、あとここにもう一本入れるみたいな感じで、もうちょっと自由に継ぎ足してもらってやっていってください。はい、ではこんな感じで出来上がりです。もうシンプルですね。まだ赤白黒って感じなんですけど、そんなに色使わないんですが、ちょっと飛ばしてこのバッグを刺していこうと思います。で、バッグはどうしようかな。なんかバスケットステッチにしたかったんですけど、下がカーブになっているとバスケットステッチしづらいんで、ちょっと足してください。こんな感じで、台形にしてください。このカーブでやってもいいけど、ちょっとやりづらいんで。で、まず縦に一気に渡します。これ6本取りです。で、上に戻ると渡り糸長くなるんで、ちょっと隣に移動して、で、この辺ぐらい。で、このまま平行に線を入れていくと、斜めになってしまうんで、これ最終的に放射状にしたいんですよね。なので、いい感じに向き、ちょっとずつ変えてください。難しい方は、ペンで描いたりとかしてやるといいです。だから真ん中あたりはまっすぐ縦になればいいですよね。で、その後またちょっとずつ向きが外側になるように微調整しながら刺していきます。はい、これで全部縦に刺せたので、今度はこの一番下の際から出します。今ここで終わったんで、こっちで終わる人はここから始めてください。で、編んでいきます。編むときバラと一緒で、後ろで編むと糸割らなくていいですね。なので今、外側にいるんで上で、今度下上下上下ってずっと編みます。途中でちょっと糸ついでもいいです。一回抜いて、でまた続きってやってもいいです。一気にいかなくても大丈夫です。なので今下でしょ、上下上で、端までいったらちょっと下にしっかりこう寄せ集めて、で下の一番端っこの際のところに刺します。
で、これで1段目が編めた状態です。で、今度2段目。2段目編む時も少し上から針を出すんですけど、あんまり上すぎると隙間空きすぎるので、ここは割と詰めていいかなと思います。で、さっき上で終わったので、じゃあ今度下ですね。逆の下上下上でやっていきます。これでまたこう下に集めて、でまたすぐそばに端っこのギリギリ、端っこの刺繍糸の下に針を刺します。っていう感じでどんどん編んでいきます。でも玉留めで終わってください。裏がねあんまり糸ないんですよね。だから絡められるところがないので、もう玉留めでいいです。で今度は上ですね。上下上下。じゃあこれでもう一番上まで糸を継ぎ足しながらやっていきます。途中この辺ぐらいまで来たら白を3列だけ編んでみました。でまた黒に戻してギリギリいっぱいまで編んで、でその後ここにアウトラインステッチが入ってます。黒でやったから全然わからないですね。で今下はアウトライン入れてない状態なんですけど、アウトライン入れてないとこうやってなんかピッ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 って最初に入れたストレートステッチが出てきてしまうので、このピッピッピを隠すためにアウトラインステッチを入れます。これなんかもうちょっとバスケットみたいな色とか白とかでやるともうちょっとアウトラインが生きてくるんですけど、ただなんかこのピッピピッピ出てるやつを隠すだけのアウトラインみたいな感じですね、黒だと。でこんな感じでアウトラインステッチを入れて、で上下に入れ終わったら持ち手もアウトラインステッチで入れます。入れるとこう落ち着きますね。はい、ではできました。途中も取ってなかったんですけど、サンダルは3本取りのサテンステッチで6本取りのアウトラインステッチ。もうステッチの説明は他のところでやったからもう本数と刺し方だけ説明します。で、こっちの水着の方も3本取りのサテンステッチと、ここがちょっとロング&ショート入ってます。ロング&ショートが説明してなかったですね。で、ちょっと後で説明します。で、ここがアウトラインで、ここがストレートですね。そっか、ロング&ショートやってなかったですね。ちょっと別のやつでやります。ちょっと別の布になってしまったんですが、パンツの部分ですね。まず下からサテンステッチを刺していきます。もうこれは普通に下からこうやって埋めていくんですけど、1センチ超えたらロング&ショートステッチっていう風に設定しているので、途中から全然今余裕で1センチ超えてますけど、これぐらい刺して、途中からロング&ショートに変えます。ロング&ショートは名前の通りロングとショートを作るんですけど、ショートって言ってもそんなに短くしないんですね。これがロングとするとこの3分の2ぐらいのサイズで、重なる予定のところは長いのとか短いのを入れつつ、右側の線のところは線の通りに刺します。でこんな感じでどんどんザバザバ埋めていきます。1段目は一応なんか長いのと短いのきっちり入れてもらうといいと思うんですけど、でもこっち側がいろんなサイズがねまっすぐじゃないので、こっちもなんかそれに伴っていろんな感じに移動すると
いいと思います。これで1段目ができたら、2段目はちょっと先から出して平行に適当にザクッと刺します。でまだ重なる予定があるんで出す場所を変えて、で今この辺に刺したのでちょっと場所を変えて刺します。こんな感じでランダムにいろんな長さを入れていきます。で2段目以降は今2段目とかあんまり気にしないで空いてるところにどんどん入れていくっていう感じでやっていきます。で必ず平行を保ちます。これ逆から言ってもいいですね。これでだいたい上のあたりを今3段階ぐらいに分けて刺したんですけど、これだけだとこれ3段階でやったなっていうのが分かってしまうので、分からないようにまたさらに上から埋めます。例えばこの2段目をザクッと刺した時にこういう隙間ができたりとか、刺した時にこう穴が開いたりするんですよね。そういうのを隠すためにまたさらに上から足します。要はそのロング&ショートステッチって本当はサテンステッチで刺したいんですけど、一気にいくと長すぎるので何段階かに分けて刺すステッチになるんですね。なのでこうやって上から足して3段階でやったっていうのがパッと見た時に分かんないようにするためにまた上から足します。であとこうやって布の色が濃い時とかって今透けてますよね。この薄いところは少し水色が透けてるので、なのでこうやって足すとしっかり黄色が乗っていきます。色が乗ります。でまたこの左側はちょっと薄いのでこうやって修正していきます。どんどん上から足していくとだいぶ色が乗ってきましたね。最初にお見せした時よりもこの上から足したことによって割とこの一つの塊に見えてる感じもあるし、色も乗ってます。であと穴を分散させるといいのでなんか同じところに刺さないでこっち行ったりあっち行ったりこういろいろ刺すようにするとだいぶマシになります。まあ穴は消えないんですけど、どっか刺したら絶対にそこが穴になるから隙間ができるんで、そこはまあしょうがないんですけど、どんどん埋めていくとその穴が目立ちにくくはなってくるんで、なのでどんどん上から出していってくださいっていう感じで、水着のところは刺繍してみてください。ってことで、こんな感じで出来上がりです。じゃあちょっと待ち針を取ってでお水で図案を消していきます。お水ですね。普通の水道のお水でこの青い線を消していきます。映ってるかな。それか霧吹きとかでもいいです。だからこれ多分アイロンかけると思うんですけど、仕上がった時にその時にこの辺をしっかり霧吹きかけてもらえばそれでも取れます。だからしっかりこの図案を取ってからアイロンかけないと色が残ってしまいますね。アイロンかけちゃうとっていう感じで出来上がりです。なんかザラっぽい逆にタグの下にこれを刺繍してもよかったかなってちょっと思ったんですけど、なんかザラで売ってそうな服のミニチュア版みたいな感じになりましたね。まあでもなんか可愛くできたのでぜひ皆さんも真似してみてください。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あとは、私は、ここで教室をやったりとか、ここのお店の今2階なんですけど1階にお店があって、ここは教室をやっていたりとか、あと、毎月の刺繍っていうファンボックスっていうサイトの中で、会員制サイトをやっています。月600円で、新しい図案が毎月1個出てくる。で過去のは全部ダウンロードできる
であと限定ライブとか抽選会、私の作品を抽選でプレゼントするイベントなどいろいろやっているので、もしよかったら遊びに来てください。あとネットショップもあるんで、お買い物お店でできない方はネットショップもどうぞ。それではまた来週、さようなら。